エフェクトかけたり、唯一変わったのは全然違いますね。13インチにするか15インチにするか、エアーとプロどっちがいいかというと、どうもこんにちは、まみよしです。今回はこちら M4 チップ搭載の MacBook Air 15インチ。今回こちら Apple から本体貸してもらったので、この15インチ MacBook Air はどうなのか、ファン付きの MacBook Pro と実用での動作速度は変わるのか、どっちを選べばいいのかっていうのを比較レビューしていきます。この2つ悩んでる方はぜひ参考にしてみてください。ということで早速やっていきましょう。そうしたらまずは外観の方をチェックしていきましょう。今回こちらの MacBook Air に関しては新色のスカイブルーになっています。色味どうでしょうか？結構こんな感じで水色強い感じなんですけども、光に当てるとちょっとねシルバーっぽくなる感じの色味です。僕が使ってる MacBook Pro のシルバーと比べるとかなりスカイブルー感出てますね。シルバー好きな人でも全然満足できるような感じの色味ですね。近くで見るとこんな感じ。なかなかいい感じのカラーになっています。で、そしてこのスカイブルーの色何と同じかというと、こちら最新の iPad mini 7なんですけども、こちらのブルーと大体一緒ですね。若干こちらの iPad の方が濃いんですけども、基本的にそこまで変わらないカラーになってるので、この iPad のブルーと MacBook Air の色を合わせるとか、そういった方にもこのスカイブルー結構いいなと思いました。という感じでカラーに関してはね、個人的にかなり好印象です。で、こちら MacBook Air 15インチなんですけども、MacBook Pro の14インチと比べるとサイズの違いはこんな感じです。ちょうど人差し指第1関節分くらい横幅違う感じですね。14インチと15インチで1インチのサイズなんですけども、結構サイズ感は違ってます。この縦に関しては小指の第1関節分くらいという感じで、持ち運びやすいのは14インチかなっていう感じ。思ったよりサイズでかいです。で、特に違うのがこれ厚みですね。厚みね、これスペック上では MacBook Pro が 1.55 センチなのに対して MacBook Air は 1.15 センチになっています。結構ね、分厚さ違うのがわかると思います。実際に横から見るとこのぐらい厚みが違います。結構違いますね。なので厚みを気にする人に関しては MacBook Air の方がかなりスタイリッシュになっているので、こっちの方が合うかなと思います。で、重さに関してはそこまで変わらなくて、14インチ MacBook Pro が 1.55kg、15インチ MacBook Air が 1.51kg なので、これ 40g しか変わりません。なので持った感じに関しても全然変わらないですね。なので重さも一緒という感じになってます。で、あとはプロとの違いは端子ですね。MacBook Pro の場合は左側にサンダーボルト4が2つとイヤホンジャックでマグセーフ、右側には SD カードスロット、サンダーボルト4、HDMI 端子があるんですけども、 MacBook Air に関しては左側にサンダーボルト4が2つとマグセーフで、右側面にイヤホン端子っていう感じになっています。なので充電する時に関しては必ずこの左側にケーブルをつながなきゃいけないので、そこだけちょっと MacBook Air 欠点ではあります。あとイヤホン端子が右側にあるので、こうマウス操作をする場合に関してはイヤホンがちょっとマウスに干渉することもあるので、そういった点も人によっては気になるかなっていう感じです。で、この HDMI 端子と SD カードスロットに関しては搭載されてないんですけども、iPhone で撮ってる人は AirDrop で動画とかも送れるし、 HDMI 端子に関しては今 USB-C だけでね、充電も映像出力もできるようになってるので、この辺は全然気にしないでもいいかなっていう感じです。という感じで外観とか使用感の違いに関してはそんな感じです。そしたらこちらの2つそれぞれね、この内側っていうのが結構変わってるので、そちら紹介していきます。まずはディスプレイについてですね。こちら2つサイズ感が違うのはもちろんなんですけども、こちら MacBook Pro に関してはミニ LED のディスプレイ搭載してるので、黒がしっかりと沈み込んでるんですけども、 MacBook Air に関しては普通の LED 搭載しています。なので真っ暗な背景とかの場合に関してはちょっとね白くぼんやり映っちゃうので、そこが気になる人は気になるかなっていう感じで、そして画面のリフレッシュレートに関しても違って MacBook Air は 60Hz で MacBook Pro に関しては最大 120Hz までの可変ディスプレイになっています。なので画面をスクロールした時の滑らかさとかに関しては圧倒的に MacBook Pro の方が快適になっています。画面に関してはそんな感じですかね。で、解像度に関しても MacBook Pro の方がちょっと高くなってます。ただね、文字とか両方とも表示してみた感じ、画面の領域とかっていうのは一緒だったので、画面の綺麗さ、密度が高いっていう感じですね。ただそんなに違いは分かんないかなっていう感じ。比べたらちょっと違うかなレベルです。で、あとはトラックパッドの大きさがかなり変わっていて、こんな感じでね、トラックパッドかなりでかくなっているのがわかると思います。なので普段からトラックパッドをよく使う方に関しては15インチの方が操作しやすいかも。ただ全然14インチでも困ったことはないので、ここら辺は人によってって感じですかね。で、あとね、スピーカー、この Air と Pro でかなり違います。13インチ MacBook Air に関しては4スピーカー、15インチ MacBook Air に関しては6スピーカーで、14インチ MacBook Pro
に関しては6スピーカーでウーファー付きのものになっています。スピーカー音質聞き比べてみてください。どうぞ。君の存在は僕にとってかけがえのない特別なもの。気分とテイクなマインドを気分と気分に変えるくらいに。こんな感じで6スピーカーっていうのは一緒なんですけども、やっぱりね MacBook Pro の方が圧倒的に迫力があるので、個人的にはこっちの MacBook Pro のスピーカーの方がかなり好きです。部屋の中でスピーカーで大音量で流したいとか、そういった方に関しては迫力のあるこっちの MacBook Pro の方がいいかなと思いました。でこちら MacBook Pro と MacBook Air の最大の違いに関してはファンを搭載してるかしてないかなんですけども、そちらもねファンありなしでどのくらいスペックが変わるのかチェックしてみました。まず Geekbench の CPU スコア、 MacBook Pro 14インチが3733と15078なのに対して MacBook Air は3716と14849。ほぼほぼ変わんないですね。誤差ぐらいです。短めの高負荷作業に関してはスペック性能っていうのは変わりません。続いて GPU スコア、 MacBook Pro が57876で MacBook Air が55250。これも基本的に誤差ぐらいかな。若干ファンがある MacBook Pro の方が高いかなっていう感じです。続いてはゲームテストですね。ワイルドライフのエクストリーム、4K のゲームでどのくらいフレームレートが出るのかっていうのをチェックしてみました。 MacBook Air に関してはベストループスコアが8185、一番低いのが2962で安定性は 36.2% になりました。ファンがない分どんどんとスペックが落ちていってるのがわかると思います。それに対してプロのファンありのモデルに関してはストレステストスコア貼り付きになっています。全然違いますね。で安定性も 96.7 と。なのでゲームとかそういった高負荷な作業を長時間与え続ける場合は圧倒的にプロのファンありのモデルの方が性能は良くなります。でパルワールド動かしてみたんですけども、パルワールドに関してはこんな感じ。40% ぐらい変わってたりしたので、ゲームをやる方とかに関しては絶対にプロを選んだ方がいいです。続いてはこちらの MacBook Air とこの MacBook Pro、 スペック自体は同じなので同じ作業をやってみました。まずは Final Cut Pro での動画編集、こんな感じでエフェクトかけたり、テロップ入れたり倍速したりしてみても全然問題なく動くし、カクつく時はね MacBook Pro もカクついてたので、同じ M4 チップであればこういった動画編集性能っていうのは変わらないと思います。サクサクさとかっていうのは全く変わらなかったです。動画編集に関しては基本的にはメディアエンジンでほとんどが処理されて、発熱もねそこまでしないのであんまり変わらないといった結果でした。動画の書き出しに関しても時間全く一緒でした。動画編集する方に関してはこちらの MacBook Air でも全然十分です。ちなみにこれ 4K60 コマの動画になります。動画編集に関してはファンは必要ないです。ただ After Effects とか 3D レンダリングとかをやる場合に関しては GPU 性能がもっと必要だったりファンが必要だったりするので、そこだけ注意してください。なので動画編集はもう全然問題ないし MacBook Pro と全く変わんない感じでした。で動画編集性能変わんなかったので、もちろんブラウジングとか普通の事務作業とかに関しては全く変わりません。で唯一変わったのはやっぱゲームぐらいですね。ゲームをしないんであれば全然この Air で十分っていった感じでした。あと1個だけサーマルスロットリングになる時があって、それが OBS での生配信ですね。サーマルスロットリング起きるので、そこだけ注意かな。ただね配信がカクついたりっていうことはなかったので、どんぐらいね映像を載せてるとかにもよると思うんですけども、サーマルスロットリング自体は起こるんですけども映像がカクつくとかそういったことはありませんでした。基本的な作業、そして配信に関しては全く問題なくすることができます。でじゃあ僕はねこっちの M4MacBook Air と Pro どっちがいいかというと、僕はこっち MacBook Pro になります。なんでかっていうとやっぱりねこの 120Hz の滑らかディスプレイだったりミニ LED で黒がしっかり黒く映ってくれる。あとはとにかくスピーカー音質がやっぱりねこっちの MacBook Pro の方がいいので、そうだな MacBook Pro 選んじゃうかなっていう感じですね。あとこの右側に USB-C 端子があるのも大きい。ただねこれ値段差が5万円ぐらいあるので、ほとんどの方だったらねこっちの MacBook Air で十分だと思います。それこそねこっちの Air 13インチであればさらに 300g ぐらい軽くなるので手軽に持ち運べるし、みんなにおすすめするのは断然 MacBook Air。スピーカー音質重視とか画面の綺麗さ、そして滑らかさ重視したい、ゲームしたいという方はこっちの MacBook Pro っていう感じで選んでみるといいと思います。どっちを選んでもね全然後悔することはないと思います。あとねこの MacBook Air を買う時に迷うのが13インチにするか15インチにするかだと思うんですけども、実際にねこの15インチしばらく使ってみた感じ、個人的には13インチの方がおすすめです。特にいろんな場所に
に出かけて外で使う機会が多い方っていうのは圧倒的13インチの方がいいです。この前僕ね、新幹線に乗った時にこの MacBook Air でテーブルに乗せて編集してたんですけども、この15インチのサイズね、新幹線のテーブルの上に置くとテーブル全部この MacBook で埋まっちゃうんですよね。こういった飲み物とかが置けなくなる。で、13インチとかだと大体こんぐらいなので、ギリギリね、このペットボトルが置けるっていうサイズ感になるので、移動が多い方に関してはやっぱり13インチの方がいいと思います。この15インチに関してはどんな人におすすめかというと、家での持ち運びがメイン。例えば1階から2階に上がるとか、あとはたまに持ち運ぶとか、そういった方だとね、こちらの15インチ。画面も大きいし、スピーカー音質もいいし、かなり便利に使えると思います。特にね、スピーカー音質がいいのが結構嬉しいですね。一番いい選び方は13インチプラス外部モニターっていうのが一番無難な選択肢なのかなと思いました。ということでいかがでしたでしょうか。こちらの M4 チップ搭載 MacBook Air。M3 の MacBook Air に関してもかなりスペックが高くて普通に使えるんですけども、今回 M4 チップになったことによって中のメディアエンジンが変わって動画の書き出し速度とかも上がったので、動画編集をやるとかそういった方は今回の M4 チップ搭載の MacBook Air かなりいい選択肢だと思います。3D のエフェクトとか低ないんであればこっちの M4MacBook Air でも MacBook Pro でも動作書き出し速度全く変わらないので、ほとんどの動画編集者とかそういった方にもこっちの M4 の MacBook Air がおすすめです。ということでこちら MacBook Air と MacBook Pro どっち買うか決まった方はぜひコメント欄で教えてください。ということで以上、バイバイ。